昔、小学校6年生ぐらいの話なんですけど、時代で言うと1997年、当時神戸の方で連続児童殺傷事件っていうのが起きてて、同世代だと覚えてる人結構いらっしゃると思うんですけど、地域の子供が殺されて、切断された首、頭部ですね。それが中学校の正門に置かれた事件があったんです。犯行声明文が一緒に添えられてて、さあゲームの始まりです。ね、僕は殺しが大好きだみたいな書いてあるんですよ。で、その当時はまだ犯人が分かってなくて、快楽殺人鬼っていうんですかね。テレビで連日そのことを報道されてるんで、僕もすごく覚えてるんですよ。いわゆる榊原事件です。そんなことがあったからか、僕らが育った住んでた地域って子供がまだ結構多かったんですよ。習い事教室とかも結構夜遅くまでやってる塾とかね、ピアノ教室とか僕も通ってたんですけど、そういうのがまだあったんで、夜10時手前ぐらい、9時とかそのぐらいでも、近所を小学生が歩いてたりはしてたんですよね。車で送り迎えするほどの距離じゃないけどみたいな感じで自転車乗ってる子がいたり、僕なんかはスケボーとか乗ってたんですけど、そんな地域だったからか、子供を持つね保護者さん、いわゆる父兄さんなんかが中心となって、学校なんかも巻き込んで町内会パトロールが始まったんですよ。めんどくさいよね、どうしましょうっていうところからそういう事件が起きたんで、いやこれはやるべきだっていう風に決まったんでしょうね。でそれで白羽の矢が立つのはお父さん方なんですけど、まだその頃は企業戦士みたいなお父さん方、もう毎日終電で帰ってきますっていう人もいたので、全員が参加できてたわけではないと思うんですけども、うちの父親なんかは毎日定時で帰ってきてたんで、同じように夜ちょっと時間がある子供を持つお父さん同士、地域のね隣近所の人たち 2,3 人で集まって、ちょっとタバコ吸いに行ってくるわみたいな感覚で警棒とかね武装してって、そんな仰々しいやつじゃなく、近所を2、30分歩いて帰ってくるっていうのが始まったんですよね。パトロールっていう名目で。でそのパトロールから帰ってくると、それぞれが家からね簡単なおつまみとお酒1缶ぐらい、缶チューハイかビールかなんか1本ぐらい持ってきて、ちょっと外で飲むみたいな、2、30分雑談して帰る、お開きになって帰るっていうのが親父たちの日課になってたと思うんです。でそんなところにあるおつまみを狙うのが僕たちで、ポテトチップス1枚ぐらいもらったりとか、カルパスもらったりとか、スルメちょっともらってみたりっていうのをしてた。親父たちが喋ってる雑談には混ざらないけど、おつまみ目当てで夜11時ぐらいですかね、子供の僕らがちょっとね外に出て親父たちの周りにいるっていうのがよくありました。ある時そのパトロールから帰ってきた親父たちがなんか首かしげてんすよ。あの人たち何なんでしょうね、いやわかりません、なんでしょうねみたいな感じで。で僕らはそれを見てて、なんか親父たちが不思議がってんなと思って、どうしたのって聞いたら、うちの親父が旧道があって川が流れてるとこあるでしょって、ちょっと古いところ、あの辺で顔が全く同じの3人組を見たことあるかって聞かれたんですよ。それってどんな顔って聞いたら、また親父があれ猿みたいな顔なんだよね、猿が笑ってるみたいな感じで歯をむき出しにしてて、それが3人組で全く同じ顔なんだよ。で一緒にパトロールしてた友達のおじさんが、あの人たち何回か見かけたことありますよね、レインコートみたいの着てるから僕何回か見たことあるんですよね、季節外れだなと思ってみたいなことを言うんですよね。でさっきこんばんはって声かけたら、普通にこんばんはって挨拶を返されて、その時に顔を見たら3人とも同じ顔だったんだよってうちの親父含めたおじさん3人が不思議がってたんですよね。ありゃ何なんだと、気味が悪いって。それを家の中から聞いてた中学3年生のうちの兄貴が、それって木更津から来た一家じゃねって言うんですよ。何それってなって詳細を聞いてみると、でもあれだぜって、口裂け女みたいな話だよって前置きをして、木更津の方からやってきた怪人4人組なんだけど、全員同じ顔をしている、歯をむき出しで猿みたいな顔をしている、100メートルを5秒台で走って夜道を歩いている子供を見つけると捕まえちゃう
で、捕まった時に、その4人に呪文を言えって言われるから、ある呪文を噛まないで正確に言えると助かる。その呪文を言えないと殺されちゃう。この話を聞いた3日以内にあなたの元に木更津から来た一家が来るから呪文を覚えないとやばい。そんな話が、中学校で聞いたことがあるけど、親父たちこんな話したいのってちょっと小馬鹿にしてるんですよ。で、それを聞いてた親父たちが、特徴は似てるけど別に追いかけても来なかったしな、みたいな感じ。ちょっと現実的なんですよね。3人組だったしな、みたいな感じで。ただ、それを聞いた僕ら小学生は、ちょっと怖えなと思うわけですよ。夜にそんな話を聞いたから。階段のババサレみたいなね、ババサレババサレババサレって唱えないとババアに殺されるみたいな話でしょ。ねえ、兄貴呪文教えてくれよって。学校でもそういう話したかったっていうのもあると思うんで、聞いてみたんですよ。そしたら呪文は、石炭デブローノスケジュールバットマン人面ムーミン犬5、9時30分アポチカが呼ぶって噛まないで言えないと殺されるんだぜみたいな言うんですよね。でその呪文がやっぱ小学生の僕らにはめっちゃ面白いわけですよ。石炭デブローノスケ何みたいな。ジュールバットマン人面ムーミン犬みたいな中学生ぐらいが思いつきそうな絶妙なワードが散りばめられた素敵な呪文だったんで言ってみたくなるわけですよね。だから大人になった今でもつらつら言えるのはこの話を小学校とかでいろんな友達にしたからなんですよ。石炭デブローノスケジュールバットマン人面ムーミン犬5、9時30分アポチカを呼ぶって言えないと殺されちゃうんだぜ木更津から来た一家に。しかもうちの親父たちそのから来た一家見たからねってところまでがつながっていくとやっぱ怖がる子がたくさん出てきたんですよね。ちょっとだけ流行ったんですよ。だから木更津から来た一家の話ってその呪文込みですごく覚えているっていうエピソードがまずここであるんですね。小学校6年生ぐらいの時に流行ったと。で親父たちは近所の大学生かなんかで映画研究会とかやってる子が特殊メイクかなんかして遊んでたんじゃないんですかねみたいなので話を結論付けてたような気がします。そこから時が流れて2005年頃の話なんですけど、電車男って流行りましたよね。2チャンネルのスレッドなんですけど、その内容が面白かったっていうのは書籍化されるんですよ。でその書籍化された本がベストセラーになって映画になったりドラマになったりするんです。一方で野間猫騒動とかあってフラッシュアニメがすごい流行っててその頃でそのフラッシュアニメに使われた曲のアーティストが日本の M ステとかに出ててでその時にその野間猫を商標登録してたとかねそんな感じでちょっと2チャンネルいわゆる掲示板が注目されたんです僕らの世代に。そうなると出てきたのがまとめサイトなんですよね。まだその頃スマホとかないんでガラケーなんですけど2チャンネルとか、掲示板の面白い内容のものを、ピックアップしてクリップして掲示板でスレッド探さなくても、ある程度まとめられてその話が読めるっていうサイトがちょっと流行ったんですよ。そんな頃に小学校の同級生が、たまたま会って木更津から来た一家って覚えてるっつってでリンク送るからさこれ読んでみ面白いよ木更津から来た一家実在したっぽいっつっててでそれがまとめサイトにも上がっててそのスレッドのタイトルが昭和50年代千葉県木更津市でっていうタイトルでそのスレッドが立ったのが一応まとめサイト上なんですけど2000年5月8日その書き込みを読んでいくと奇妙な親子4人連れを目撃した方はいませんか。父親と母親14歳くらいの娘と9歳くらいの息子この家族はなんと全員が同じ顔をしていました。ジミー大西に巨大な出っ歯をつけたような顔で、いつも家族4人で行動していました。JR 内房線岩根駅付近に出没していましたが、60年代に入ってから見かけません。この家族は一体何者だったのでしょうか。子供は同じ学区のはずなのに、学校で見かけたこともありませんでした。うちの母親は平日の昼間によく駅付近で目撃したそうです。っていうスレ主の書き込み、そっから始まっていくんですけど、親父たちが僕が小学校6年生ぐらいの時にパトロール中に見たっていう人たちに特徴がそっくりなわけですよね。でこのスレッドは昭和50年代なんで1975年以降なんですよね。で僕が昭和60年1985年生まれなんですけど、
その頃にはもう見かけていませんって書いてあるんですよ。昭和60年生まれの僕が小学校6年生なので12年ぐらい経ってるわけですよね。それが1997年なんです。つまり1975年からだいたい20年経ってるんですよね。で、そのスレッドには父親と母親、14歳くらいの娘と9歳くらいの息子って書かれてるんで、その人たちが20年年取ったら34歳と29歳なんですよ。それプラス父親か母親どちらかが健在だったら、親父たちがその町内会パトロール1997年に出会った顔が同じで、歯がねむき出しの人たち3人組っていうのはこの家族のことなんじゃないかっていう風にその時友達と盛り上がったんですよ。ありえなくないよねって。木更津市と市原市はそんな離れてないので移り住んできててもおかしくないと。しかも兄貴が話した怖い話が木更津から来た一家なんで同じじゃねっていう風に僕らは思ったんですよね。これまさにオカルトじゃんって。で、そのスレッドは唯一1個だけまとめサイトあったんで、一応リンク貼っとくんですけど、気になる人は読んでみてください。一応閲覧注意です。なぜ家族4人がね、子供が顔にいるはわかるんですけど、夫婦で顔にいるはおかしいんでっていうのの考察が入ってたりとか、根本隆さんとか出てきたりするんで、その名前にピンとくる人はなんとなく話がわかるかもしんないんですけど、このスレッドで探された人は市原市にいたっぽいっていうのをどっかで喋りたくて、最近ねこう喋ってる動画全然上げてなかったので、今回それを動画にしてみました。残念なことにね、僕らは見たことがなくて、もしこの動画見た人で知ってるとか見たことがあるって人がいたらコメントもらえるともっと楽しくなるかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。